How to 日本グラス。はい。今日はですね、1月の27日、月曜日です。外国人のですね、賃貸住宅の問題を今日はお話をしたいと思っています。今日もですね、ゲストは前回に引き続いて、松田愛さん、元韓国人で日本に帰化されて長い方なんですけどね、一つ自己紹介をお願いします。はい、こんにちは。私は増田愛と申します。よろしくお願い申します。はい、ありがとうございます。私も長いお付き合いでね、いろいろ教えてもらいましたが、松田愛さんはね、33年間日本に来られてね、だからもう韓国と日本とね、韓国より日本が長い。日本が第一のふるさとです。そうですか。韓国が第二のふるさとです。なるほどね。それぐらいね、日本に長くおられてね、日本がね、好きなところもあるかもわかりませんが、またね、いろいろ難しい点もあったでしょう。特に今回の課題ですけどね、何度もね、引っ越しをされたんじゃないかと思うんです。どのぐらい日本に来られてね、引っ越しをしたんですか？6年引っ越しされてました。はい。5回ほど。はい。その5回ともは賃貸住宅？一応賃貸住宅ですよね。はい。なるほど。で、公営住宅もあったり。公営住宅もあったしね、民家あったし、やっぱり公営住宅よりは民家住宅が難しいです。トラブルもね。トラブルがね、公営住宅のね、すぐ切ってから直してくれて、すごく優しい人です。なるほどね。でもね、なかなかすぐに入れないことも多いのでね。多いです。ではね、その民間の場合の事例でね、どんなところから、不動産屋探すところからでしょうけどもね、地域の不動産屋をいくつもね、探しながら、いい物件を見つけるまでね、どんな段取りで借家を見つけられるんですか？もちろん一番上が住みやすいですと、例えばちょっと聞いたら、もちろん私に一番探す何かね、都市ガスよりはプロパンガスよりは都市ガスが探しますよ。いいがね。なのでプロパンガスは本当すごく高いですよ。倍高いですよ。都市ガスの安いですよ。安いしね。プロパンガス例えばなくなったらね、あとが夏にいいですよ。冬になったら大変困りますよ。寒いしね。なるほど。そういうこともあるんですよね。いろいろことありました。でそこでね、特に契約の段階では不動産屋さんがいろいろ段取りしてくれると思うんですがね、どんな段取りですか？やっぱり契約書を出していただいてね、でサインするんでしょうけども。そうですよ。私にもちろん一人で家族がいないからね、もちろんあの時私が大事な付き合いした友達がホストになってくれて、もう付き合い長い付き合いの私が前に私が札幌ありました、私家がもうありました、あの時からもう今の不動産の約20日近く付き合いですよ、20日付き合いですけどね、あれで信じてから契約しました。そこでね、保証金いうのをね、取られたりね、保証人つけても取られたり。そうですよ。そうですよ。それだけじゃないでしょ、取られるお金。取られるお金結構ありますよ。どういうもの？もちろん不動産の手数料。取られるし、3ヶ月分の家賃を取られるし、あと保険。火事保険になる。火災保険になると、家に何か水漏りがね、壊れてが詰まったら、あれを保険を取ります。それから礼金が取られるでしょ。礼金は本当は昔に取れたので、今はあまり取らないところで結構ね、取るところありますみたいですよ。そして大きいのがね、今度は敷金だよね。そうよ。あれで大体ちょっといろいろな問題が起こすみたいですね。その話ね、今日のポイントだと思いますね。で契約自体は大体更新契約が多かった。2年ぐらいの。更新2年契約しても、自分が住みたいけど長く住んでも大丈夫ですよ。それは更新があるからね。更新がありますけど。いうことです。全くね、期間の定めのない契約をねする人もいるんですけどね。そんなことがありますが、で、その時にね入ってね、設備が古いとかね、そういうようなことがあったら家主さんと交渉したり、そういうこともあると思うんですけどね。
例えば私が知った時で一番困った時は電気ですよ。電気のあれ、何ある時、電気の本体の何ですか先生、本体。電気の本体が何があれが火事になってから大騒動したがありますよ。あれも家主は直して当たり前ですよ。そうですね。例えば入る時にもちろん台所だね、もうお風呂場だね、いろいろあると。あれを自分が直したら出た時に直してくれないですよ。あれがトラブル結構多いありますよ。まあね、それね直したところをね、まあ費用負担してくれないとかね、いうようなことのないようにしたいんですけど、まあなかなか家主さんもね、だから元にまず少なくとも家主に断りを言ってね、工事をどうしてもまあやってくれないときはこっちがやるということにもなると思いますけどね、普通ね、借家人が何かやると元に戻せと、契約を終わって撤去出ていくときにはね、元に戻せということになるんだけど、まあ費用もかかるわけだからね、だから一言とにかく断りを言った上でクーラーつけてみたり、いろいろ修理してみたりねして。で元に戻せと言われないように、そしてまた、できればね、出るときは本来家主がやるべきことだったんだったらね、買い取ってくださいとかね、そういう交渉もね、きちっとね言ってもいいと思いますよね。一番手触るのが一番いいですよ。家の中に直さないのが一番いいですね。あれがあったら問題を起こしきますけどね。それからでもね、やっぱり借家にもいろいろ事情あって家賃ちょっと滞ることもあると思うんですよね。そういう時はどうしてます？短い期間ならね、まあいいんですけどね。だから長いことね不履行というかねしておるとそれが解約理由になりまして、あるいは契約更新の理由ということでね、断ち切られるということがねあるんですね。で契約を家主の側からねやめてもらいましょうというのはね、やっぱり滞納っていうのが一番、滞納、家賃の滞納ね。それから借家をね住居として貸したつもりなのに店にしとるわとかね、倉庫にしとるわとかね、なんか実験道具を入れてとかね、あのことやられると使用目的に反してこれは契約違反ということが言われるし、それから人にポンと貸してね、借家人がどこにもいないと別の人が住んでる、これもね無断の転退ということで、これも契約違反ですよ。で改造もそうなんですが、改造の場合はやむを得ない改造であり、またね有益なものであればねちゃんと断り言っとけばそれはないですけどね。そんなようにで次にね問題のポイントですが、敷金なんですよね、トラブルのがね。敷金、この敷金がね大きな額だし、だけなんで敷金を毎度取るかいうと、敷金を取る理由というのが当然あるわけで、家主の側から言えばそれは家賃の不払いが滞納ね、その時にそこからやっぱりポーンと家出られてね、どっか行ってったが家賃は滞納のまま、それ困るわけでね、そういう意味では敷金を先に入れといてもらうというのは当然ですよ。だけど一方それだけじゃない、損害賠償の担保にもなってる。で借家人がね、ペット飼っちゃいけん言うてるのに、犬猫家の中でね、わーってもう引っかき傷いっぱいそのまま出てった言うたらね、これは困るでしょ。だからそういう損害賠償の請求とかね、そういうことはね認められるわけです。その敷金の中からね転引きする。さあところがね、あれが取るんで、例えば中に住んでからね、やっぱり今さっきと言ってましたので、壁の紙と、私が今から17年前ですか、うちの友達が広島市内住んでますよ。もちろんあの人は日本の人ですよ。日本の人ですんで、私すごい8月で長野住んでから広島市内に引っ越しましたよ。死んだ時にもちろん8月して、家で4、5年住んでますからね、壁のお金と畳お金を取ってみたですよ、家主から。取ってから本当の長尾住んで2、3年ぐらい住んだらお金取ったらダメですよ。
何の金？張り紙だね。張り紙と畳を通ったらダメですよ。で、あれで友達が一緒に私と。言われることはね、もう出ていくときにね、壁紙をね、全部新しくするとかね、いろいろね、その費用をね、全部借用人から取るというのはね、おかしいよということでしょ。そうですよ。そこを説明しましょうね。でその説明にね、分かりやすい図があるんです。その図はね、これなんです。これですよね、先生。これね、ちょっとね、もうちょっと前に、これ分かりにくいと思う。映画にね、やりたかったんですよね。これはね、国土交通省というのがね、いつも文書を出しているんですよ。国が出してるのですね。この図面をね、見たら分かるんですよね。これがね、実は、最初家建てたと新築 100% 価値がありますよ。ところがね、時代とともにどんどん家は古くていきます。で、入居した、あなたが入った時が入居した時期、その時にはもうすでに家の価値はね、ちょっとこう減っとるわけです。こんだけ減っとるわけです。で、あなたが退去する時、出る時、さらに減っとるわけです。これは自然現象です。建物がね、自然にこの価値は低下していくのは自然現象です。借家人の責任じゃないわけですね。この低下の部分はね、当然ながら家賃の中に込みで解消していくというのが不動産や家主のね、家主の側の経営ですよ。そういうことです。ところがね、ここにこのグッと線がもう一本ありますね。これ何か言ったらね、借家人がとんでもないことをしてですよね、さっき言ったでしょ、ペット買うたらいけんとか、あるいは改造して、ね、勝手にしちゃいけんとかいうのにね、やった店をそこで雇ったとかね、そういうふうに義務違反、そのことによって建物がボーンとね、一気にこの価値が低くなった。これはね、借家人の負担部分として認められる可能性が十分あります。みんな借家人の責任かそうでないか、まあそれは議論の余地はありますが、普通ならね、ここで止まったのにここまで家の価格をね下げたのは原因が借家人だったら借家人が負担すべきです。それは敷金から引かれるということなんですね。だから逆に言うと、そんなこと何にもせず普通に使っていて、続けてきましたよとね、壁も襖もねどうかなった、それをね元に戻すという義務はありません。ここへずっとそのままお返しすればいいということになっております。わかりました。だからね、その点をねはっきりするためにね、普通引っ越すときにはね、立ち会いをするでしょ。家主がね出ていってください。はい、出ます。じゃあちょっとね、家主さん今までね我々が使ったところをね、見てください。部屋の中もね、見てもらう。で見たそれだけでは分かる。だからね、私が勧めるのはね、まず部屋をね、2DK だろうが何だろうが、この部屋のね、隅々をね、写真撮って、スマホで写真撮って、プリントアウトできる。ね、そして家主さん来る、不動産屋さん来る。その時にね、この図面、その写真の通りですねと。こういうことでね。でみんな隅々見てもらう。私が入った時からね、一切変わってないんですよ、これは。私のね、なんかこう責任あるところありますかということでね、確認しとくわけです。もう普通にね、使っておられるんですねと。これです。で、それをね、その写真というのは物証ですが、誰かね、知り合いがおったら、人が一緒に立ち会ってくれるとありがたい。これが人証、人の証拠ですね。いずれにしてもね、後のトラブルを防ぐためには、転ばぬ先の杖、そういう段取りを考えてみてください。これが敷金、トラブルからね、トラブルがないように円満に解決するためにはそういう、努力がいると思います。はい、次、忙しい。次はね、家賃の途中の値上げというのがあるんですよ。家主さんがね、途中で契約はしたんだけどね、2年更新の契約したんだけどね、もうちょっと5万円だったところをね、6万5千円にしてください、7万円にしてくださいということもあるわけですね。はい、どうなりますかいうことなんですよね。私ね、なかったですよ。なかったから。ちゃんと法律決まってるちゃんとしたっけね。だからね、契約したでしょうと、こういうことでね、借家人としては、2年更新のね、中でね、なんで変えるんですかと、こうなると思います。でもね、裁判所でね、争った時にね、家主の方が通ることもあります。それを理解してください。
例えば租税とかね、公的な負担ね、それから近辺のね、土地、建物のね、価格がとんでもない急上昇した。同じような建物で近くの物件がね、皆こぞって高くなっている。まあそういうふうにね、社会的な環境の中でね、やむを得ないじゃないか、お互い様じゃないかというようなね、発想になってくるとね、丸々でなくても値上げについてはですね、正当性が認められたら値上げは通る可能性もあります。まあそういうようなことが一つあります。で、次にですね、よく期間満了に2年更新、だからそれはもうそれで、もう用がなかったら解約して、出ていってしまうわけですけどね、そういう時に、2年にならない、早めにですね、契約を打ち切りたい。家主の側に事情が出た。そういう時はどうしたら。家主の側からするとね、言いにくいんだけど、どうしてもね、この時期出てほしいんだと、この事情が出た。その事情がある正当性があってですね、しかも、契約期間の前、終了する6ヶ月前、以上前、6ヶ月から1年前に更新拒否、更新できない、続けることができませんというのをね、申し入れない件です。まあ、証拠に残るようにね、書類で出してね、やっとくということですね。そういうことがまず大前提として必要ですよ。で、まあ、契約の定めのない契約、もういつまで、ね、更新とか書いてないのもありますが、それも同じようなことです。やっぱりね、6ヶ月前までにはね、申し入れをして、正当な自由がある。例えば私の思いではね、例えば地震でもう息子夫婦が家を失ってね、もう生活の場としてはここしかないと帰ってくるんだと、申し訳ないが、この更新はねせずに、この早めにここで打ち切らせていただきたいというのがね、場合によってあると思いますよ。それが正当自由となったらね、まあこれは争ってもそっちが勝つ可能性があります。しかしながらね、その時に明け渡しと引き換えにですね、家主の側から例えば迷惑をかけるので、立ち退き料をね、こうやって用意しておりますとかいう申し出があると、裁判所はそれをね、家主の側の情報をね、プラスとして家主の側のね、真摯な気持ちなんかもね、評価するというようなことがあります。そういうようなことがあります。いずれにしてもね、契約というのはね、長期間の契約、長期継続的契約ということで、お互いの信頼関係が元です。だから、どちらがその信頼関係を裏切ったのかというところがね、裁判やってもそれが出てくるんですよ。度重なったまあね、不履行というか、なんか義務違反いうようなことをやってるとね、やっぱりちょっとこの人の言い分は通らんなということにもなります。それが一つ。それからね、こういう地域での住居ですから、地域の監視というのもあるんですよ。まあ特にね、昔もういろんな地域でね、いろいろありました。だから敷金返ってこないところだってありましたよ。それで裁判所通ってた。まあだからもう何でも一律ということではないんです。で、そういうね、トラブった時にね、自分一人で片付けようとしないでください。特にね、在住外国人で日本の言葉とか日本の文化とかこの制度、もうちょっと自信ないな、どうしたらいいんだろうという時にね、相談するところがある。法テラスというのがありますね。まずね、法テラス。これは全国各県にあるんですね。消費者センターってありますよね。消費者センター。消費者センターももちろんですね。消費者センターもあります。県とか市にね、消費者消費者センターが一番いいで、後でホテルスのところに、じゃあ、そこで整理してね、法テラス行くことがある。法テラスもね、相談は所得基準もあるけどね、3回まで無料なんですよ。弁護士、相談できます。はい、以上です。ですから、そういうようなことでね、一人悩むことなくですね、今、松田さんが言われたようにね、消費者センターというのもね、各市町ありますんでね、そういうところを窓口にまずね、行ったり、そして、どうしてもということになったら法テラスということですね。それでセンター電話番号もし。それは例えば、消費者センターで電話番号ですよ、もし。またね、あとちょっと言いましょう。そんなことで、とりあえずは、今日の、ハウツー
日本暮らし、失礼します。うんはい。終わりたいと思います。思はいいま、それじゃあ、失礼します広島で、じゃん。はい、お疲れ様でした。はいお疲れ様でしたはい。